皆さんこんにちは。年度末に向けて日々意味のない会議にやたら招集されるようになり、その度に目を閉じて聞いているふりをしている投資家カモーラレです。さて今回の動画のテーマなんですけれども、3月に入ってアメリカのいわゆる地方銀行が3つ破綻しましたけれども、少し時間が経ってきて落ち着いてきたかなという中で、このアメリカの一部銀行が破綻した影響が一番真っ先に及びそうな注目のマーケット商品についてお話ししたいと思います。また一部の銀行が破綻したことによる規制の強化であったり、各銀行の貸出基準の厳格化、こういったところに影響されてマクロ経済がどれくらい落ち込むのかというのを具体的な数字でご覧いただきたいと思います。先週あたりから銀行の破綻についての動画及びこの局面で狙っていきたい銘柄というテーマをお出しした際に、アメリカの利上げペースが鈍化する、あるいは利上げが停止されるといった中で、グロース株であったり不動産関連の銘柄、こういった従来の利上げ環境の中では相対的に不利だった銘柄に対する投資、これをどう考えているかというご質問をいただきましたので、その回答も合わせてぜひ最後までお付き合いいただければと思います。それでは早速一つ目のテーマですね。金利見通しの変化ということで、3月中旬からお出ししている動画でも再三申し上げていますが、アメリカの銀行が3つ破綻したことによって、FRB による政策金利の引き上げというのは、従来マーケットで予想されていたものよりも鈍化する。そして今年の中頃には利下げに転じるといったような見通しの変化が起きました。先ほど触れたいただいたご質問については、この金利の引き上げというのが止まるんであれば、利上げによる金融引き締め化において株価のパフォーマンスが非常に劣後したグロース株、成長株であったり、不動産の銘柄ですね、あるいはリートといったところ、こういったところが今足元で投資するのが最適なのではないか。要するにこれらの関連の銘柄は今が底になるタイミングではないか、ここから上がっていく、挽回してくるんではないかというご質問でした。結論を少し申し上げますと、実際後から振り返った時にここが底になる可能性というのも否めませんけれども、マーケットが揺れ動いている中で投資比率の大多数をこれらの関連株に投入していくというには少し早いようなイメージですね。ゼロにしろとは言いませんけれども、まだ慎重にといった考えです。それはなぜかというのをお話ししていきたいと思います。まずご覧いただきたいチャート、2つの銘柄、それぞれ ETF ですけれども、黄色の方が日本のマーケット、そして対象としている投資資産はリートになっています。具体的には野村アセットが出しているリートの ETF、一方で青のグラフに関してはアメリカのヴァンガードが出している ETF の1ヶ月のパフォーマンスです。アメリカの銀行破綻の問題が起き始めたのが3月の8日頃、ちょうど真ん中あたりからですので、そこからですね、大きく難聴な推移に変わっている。特にアメリカのリートに関しては、一月でマイナス 10% を超えています。一方で日本のリートはその半分程度、マイナス 4% ということで、アメリカのリートと比べるとまだ軽微ですけれども、日本株指数トピックスなどと比べると難聴にはなっています。そのあたりの構造ですね。先ほどの理論ですと、銀行破綻が起きたので利上げが鈍化する。これに伴って不動産、リート関連は環境が好転するんではないか。そういった構造ですが、今のところ思惑通りには推移していない。その理由について今回2番目のテーマで不動産市況に注目というテーマでお話ししたいと思います。さて今月のマーケットの波乱はアメリカの銀行破綻から始まりましたけれども、そもそも不動産市況において一つの不動産を取得するにあたってもそれなりにまとまったお金が必要になります。その際にですね、融資を受ける、その融資をしてくれる先、足元の比率はご覧のように銀行が半分以上になっています。例えば皆さんが家を借りるときに銀行から融資してもらうのと同じように、企業がですね、不動産を取得する際も銀行から融資を受けているわけです。その中でですね、アメリカにおいては不動産融資を引き受けているのは圧倒的に地方銀行、中小の銀行が多いという現状。融資総額のグラフご覧いただいても、ここ数年でですね、大手の銀行はそこまで増えていないのに対して、地方銀行はかなりの伸び率になっています。そしてこの地方銀行の一部が破綻したということになれば、不動産に対する融資というのが懸念の焦点に当たるのは自然な流れかと思われます。そして不動産と一口に申し上げてもいろんな用途がありまして、その中で最も問題視されているのがオフィス
ス用の不動産となります。空室率ご覧いただいても、濃い青のグラフがオフィス用の空室率、そして水色のグラフがそれ以外の商業用不動産の空室率、その他の方の空室率に関しては高い水準を維持していますが、オフィス用の空室率に関してはここ数年コロナ以降ですね、顕著に落ち込んでいる、そして回復が見られないという状況。この2つのデータ相まって、アメリカの地方銀行破綻以降ですね、商業用、特にオフィス関連の不動産市況に注目が集まっています。各銀行の不動産に対する融資の状況が株価のように日々チェックできるということは難しいですけれども、その不動産を対象とした発生証券の値動きを見れば、それなりに危機的状況かどうかがモニタリングできます。これから大きく分けて2つご紹介しますけれども、まずは CMBS。これは何の略かと言いますと、こちら、コマーシャル、商業用のモーゲージ。これが紐づいている証券ですね。そしてもう一つが RMBS。こちらは何の略かと言いますと、レジデンシャル、住居、家ですね。これを紐づけた証券。これらのマーケットの動きであれば日々確認をすることができますね。左側の商業用不動産を紐づけた証券に関しては、先ほどから申し上げているオフィス関連、さらにはショッピングモールなど、そしてホテルなんかもこちらの分類に入ります。一方で右側は住居用ですので家ですね。これを裏付け資産とした証券。これらの値動きをチェックしていきたいわけです。特に先ほど申し上げたようにオフィス関連の不動産にはもともとマーケットが空室率回復していない中で今回の銀行の問題が起きましたので注意が必要。CMBS に焦点が当たるというわけです。それではまずは震源地であるアメリカのそれぞれ CMBS と RMBS の発行残高についてご覧いただきますと、リーマンショックが起きたところを境にどちらのグラフもですね急落している。当然リーマンショックの引き金となったマーケットですので一旦急激に落ち込むわけですけれども、アメリカでは CMBS 商業用の不動産融資を裏付けとした証券の発行というのはここ数年再び回復してきている。平均するとリーマンショック前の水準にだいぶ近づいているわけです。一方で居住用の不動産に関してはそれを裏付け資産とする証券の発行高というのはあまり回復していない。これが冒頭でご覧いただいたアメリカのリートと日本のリート、落ち込み具合の差の一つの要因としてポイントに挙げられます。アメリカでは商業用不動産の担保証券、この発行が顕著に回復している、増えているということですね。そしてアメリカの地方銀行は不動産融資を年々増やしてきている。こういった中でアメリカの CMBS の動きというのをモニタリングしていく必要があります。一方で日本の状況についてはこちらですね。CMBS と RMBS。アメリカとは逆の様相になっているのがお分かりいただけると思います。リーマンショックの前後で大幅に落ち込むのは変わらないんですけれども、CMBS の方は日本ではほとんどというかほぼ皆無ですね。一方で RMBS 住居用の融資に関してはフラット35という言葉を耳にした方も多いかもしれませんが、ほとんど落ち込みを見せていない。そういった意味ではアメリカの地方銀行の破綻というのが日本のリートのマーケット、不動産関連の銘柄に大きな影響を与えることはあまりないというふうに想定されます。ただ、日本のマーケットというのはアメリカの動きを追随しやすい。今月、アメリカの金融株、銀行株が大幅に落ち込んだところ、日本においてもですね、メガバンクから地方銀行に至るまで大幅な下落に見舞われました。それと同様の動きが起きるかもしれませんけれども、そういった時にはですね、日本では状況が違うんだということで、価格の歪みとして入りやすい水準まで落ち込んできた時には狙い目かもしれません。ここまでを総括しますと、銀行破綻の影響、アメリカにおいては不動産マーケットに対してもインパクトが出そうだというデータがありますけれども、もしそこが大きく落ち込むものにつられて日本でも落ち込むようであれば、日本では状況が違いますので、歪みとして入るチャンスがあるかもということですね。ということで日本においては不動産関連の銘柄もチャンスがあるかもしれない。実際にその入れるチャンスというのが来た時にどの銘柄を買っていいか、具体的な銘柄をこちらご覧いただいて相対比較したいと思います。ご覧いただいているデータ、まずは右側からご説明したいと思います。こちら不動産関連の銘柄。一般の企業と違うのは先ほども少し触れましたが、NAV という評価が横比較で使えること。投資信託でもよく NAV という評価を使いますけれども、ごく簡単にご説明しますと、純資産総額を発行済み株数で割ることで1株当たりの純資産ですね。投資信託も含めて、この NAV という評価を使う場合というのは、ざっくりとですね、投資信託やリート、不動産関連の銘柄のように、その銘柄がさらに何かに投資している場合です。
そういう意味ではソフトバンクグループのようにビジョンファンドとしてスタートアップの企業に投資している。こういった場合もソフトバンクの決算をご覧いただければ登場すると思いますけれども、ナブという評価を前面に押し出してきています。ただ不動産関連の銘柄の場合は、先ほど申し上げた1株あたりの純資産、これに加えてですね、投資不動産物件の含み損益を込みにした評価額、これを1株あたりで計算した数値を用いることが多いです。例えば一番上野村不動産は4400円のナブと出ていますけれども、どういう意味かと言いますと、野村不動産はいろんなビルであったり土地、これをたくさん保有しているわけですけれども、それをすべて自家評価した金額からこれらの不動産を取得するために融資してもらっている負債、これを差し引いた純資産、この金額を1株あたりにすると4400円ぐらいの価値になるということです。そうすると一番左側のところに株価と出ていますけれども、足元で2840円。つまり野村不動産は投資対象としている物件から1株あたり本来4400円の価値を評価されてしかるべきであるにもかかわらず、株価は2800円台ということで、ナブの列の横にあるディスカウント 35% 割り引かれて評価されているというような見方をします。つまりこのナブのディスカウント率が高ければ高いほど、投資不動産物件の価値に見合っていない割安な株価評価をされているということですね。そうすると一番ディスカウント率が高いのは下から2番目、66% のディスカウントで評価されている住友不動産ということになります。逆にご覧いただいているリストの中で最もディスカウント率が軽微なもの、一番上の野村不動産であったり、一番下のイオンモール、これらが 35% 前後のディスカウント率で、この中では最も適正な評価に近い状態にあるということですね。その一つ右側には配当利回りのデータ。やはり不動産関連の銘柄に投資するということは、その銘柄が投資している不動産物件、ここから生み出されるキャッシュフローを長期で目論んでいく配当として還元してほしいわけですので、なるべくこういった銘柄を持つ場合は配当利回り高い方が好ましいと特徴としては考えられます。今度は真ん中の評価損益というところですけれども、こちらはですね、不動産物件を地価評価した場合に株価が織り込んでいる含み損益の金額というのを表現しています。今回の騒動、アメリカの銀行破綻が生じる前、それぞれの銘柄で株価が織り込んでいる、示唆している含み損益、そして銀行の破綻が起きた後、現在の株価水準で織り込まれている物件の含み損益。いずれの銘柄もマーケットの評価としては、投資不動産物件に対する各銘柄の含み損というのが膨らんでいるという評価ですけれども、その変化率というところはそれぞれの銘柄で大小ありまして、今指さしているマイナス 4%、この中では最も含み損の拡大が軽微だった東京建物、そして配当利回りは 4.7% と、この中では最も高配当となっています。そういった意味では、リストの中では東京建物が評価損益、ナブのディスカウント率、配当利回り、それぞれでバランスの取れた入りやすい水準になっているかと捉えられます。また評価損益の変化率、相対的にマシなのは、今の東京建物と上の3つ、野村不動産、東急不動産、三井不動産と、この中ではマシになっているものというのは絶対ではありませんけれども PBR が低めの銘柄ということ、そしてナブのディスカウント率が高めのものというのを考えると、上から3番目、三井不動産が東京建物に次いで候補に上がってくるのかなというような印象ですね。ただ配当利回りは 2.5% と相対的に低めなのが気がかりなところではあります。このあたりはですね、今すぐに入っていこうというわけではなく、銀行破綻の影響なども様子を見ながら準備ということでデータを把握していただければということですけれども、中小銀行が直接噛んでいるアメリカよりは日本の影響はかなり軽微だと想定されるとは申し上げましたけれども、全体感を見たときに、そもそもこの話のスタートになっているアメリカの利上げが鈍化するという話、これについて日本では今更遅ればせながら利上げをし始めるタイミングということになっているので、そのことは不動産関連にとってはよろしくない。投資割合をどんどん増やす対象というよりは手元で把握しておきたいというような
捉え方がよろしいかと思います。それでは今回最後3番目のテーマ、アメリカの銀行破綻がマクロ経済にどのような影響を与えるかというお話でまとめていきたいと思います。ここまではですね、不動産関連のマーケットに対する銀行破綻の影響というのをご説明してきました。というのも、アメリカにおいては銀行からの直接的な影響が大きいと考えられるからですね。動画の冒頭で利上げが鈍化した時に市況が好転するんではないかとご質問を受けた2つのうちの1つ、不動産を中心に取り扱ってきたわけです。さてもう一つはグロース株に対する投資ということですけれども、こちらもですね、結論としては同様に短期的には戻りが強いかもしれませんが、長期では引き続き懐疑的なスタンスを持っています。とはいえ、投資割合をゼロにしているわけではありませんけれども、自信を持って増やしているタイミングではないということですね。そのロジックをこれからご説明したいわけですけれども、今回ですね、銀行が破綻したということで、そもそも銀行はですね、大企業から中くらいの企業、スタートアップのような小さな企業に至るまで、いろんなところに集めてきた預金を融資しているわけですね。それぞれの企業の信用枠に応じて貸し付けても焦げつかないだろうと考えられる金額を融資するというのが銀行の業務の一つなわけです。ただこのアメリカに起きている銀行破綻、一部で銀行に対する信用が損なわれて預金者による取り付け騒ぎが起きている。そうなった時にですね、銀行は当然困るわけですね。たくさんの人が預金を引き下ろしに殺到しているのであれば、それに対応できるように銀行の手元にいつも以上にお金を置いておかなければいけないと考えるわけです。そうするとですね、融資の基準を厳しくして信用力の低い企業から順番にお金を返してくださいねと引き上げていく状況がやばいということなので、手元にお金を置いておきたいというわけですが、これがですね、一般的によく言われる銀行は晴れている時に傘を貸し、雨が降ってきたら傘をひっぺがすと、そういった格言の語源になっているわけですけれども、今回のアメリカにおける銀行の破綻で、この融資の基準が厳しくなる。これによって企業に融資できる総額がこれまでよりも減るということですね。それはすなわち企業の経済活動が縮小するということです。企業が使えるお金が減るので、当然経済活動も落ち込むわけですね。この動き自体がマクロ経済全体から見たときにどれくらいの金融引き締め、経済の鈍化につながるのかと言いますと、FRB、これまで利上げを何回も行ってきましたが、1回あたりの利上げを25ベースポイントと計算すると、だいたい2回前後の利上げに相当するような金融引き締めの効果が今回の銀行破綻から生まれると見込まれています。それは銀行によってどれくらいの貸し渋り、融資基準の厳格化が2回の利上げ、つまり50ベースポイントの利上げによる金融引き締めに匹敵するか、具体的な想定を申し上げますと、預金のうち保険対象、政府によって破綻しても保護しますよと言われるような預金が少ない銀行、ここは今回の破綻を受けて新規の融資を4割減らす。そして保険対象が少ないわけではないその他の中小銀行については新規の融資を 15% 程度減らしてくる。これらの動きを包括してアメリカ銀行全体で融資の総額がだいたい 3% 減少するんではないか。そうするとですね、この融資の減少によって経済活動が冷え込む、つまりは GDP の成長率が減るというわけですけれども、その推計される数値というのは成長率 1.5% の予想であった場合は1から 1.2% まで引き下げられるんではないかというふうに見込まれています。実際、銀行破綻の前後でマーケットが織り込む利上げの残りの回数というのは2回分ぐらい減りましたし、このマクロ経済の推計というのはそれなりに頭の片隅に置いていてもいいような禁じされた推計値かと思われます。そして成長株、グロース株に今すぐ投資割合を引き上げていけない、すぐに戻していくには判断材料が少ないと申し上げる理由も、実際利下げに転じるということはグロース株にとって追い風ですけれども、短期的にそのことを交換して強い戻りが生じたとしても、このマクロ経済も含めた全体の経済成長、GDP の落ち込みというのがこの推計されているようなレベル感で落ち着くのか、それとももっとハードランディングになるのかというのがまだこの1ヶ月も経っていない段階では見極められないから、個人的には引き続き懐疑的なバリュー株中心のポジションを取っているということになります。皆さんも今回の内容
少しでも投資判断のお役に立ちましたら幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。